ていたにゃんこです。柿の種はやっぱり梅味やな。はい、今回にゃんちゃねを受けてくださったのは50代女性ようこさんです。ようこさんは1年前にライトワーカー講座を受け、現在家族と仲良く暮らしています。今回のご質問は家族のこと、そしてこれから進む方向性をお聞きになられました。さて、ようこさんが本当に望んでいた世界とはどんな世界だったのでしょうか。それではどうぞ。ちょうどね、1年前にライトワーカー講座を受けさせてもらって、もともとスピリチュアルに興味があったんですか？スピリチュアルに興味があって、本当に出たのは2018年ぐらいかな。よかったと思います。すごい変わったので、人生が。そうですか。どう変わりましたか？まずね、人間関係がガラッと変わったのと、あとやっぱり外側関係ないなって本当に思って、まず自分を整えていくうちに、やっぱ家族も以前よりは良くなったし、びっくりするようなことがいろいろ起きて、よかったですね。私最近相互チャネリングはやれるんですけど、自分の家族って親しい人とかどうしても見る気になれないっていうか、だから私悩みないので、これ見てもらおうかなと思ったのが、家族関係っていうんですか、どういう由来でここにまた巡り合って、それぞれの魂の今世での目的みたいなものをお聞きしたいなと思ったんです。なるほど、素晴らしい。家族構成ってお聞きしていいですか？主人とお兄ちゃん、上の子がもう今大学生で一人暮らししてる男の子と、ただ今高校2年生の女の子です。4人ですね。悩みがあるってわけではないんですよ。悩みはないですけども、私がこういうことにはもうものすごい拒絶反応を示してるので、私だけちょっと一人だけ違う世界見る気かなっていう感じで、私が買ってくるもの全部宗教とか洗脳されてるって言われちゃうんで、だから家族がいる前でできないんですよ、こういうこと。これで宇宙語をね、みんなで話すってやつがあったから、それ絶対やっちゃダメだなと思って、絶対やれないと思って、家族のいる前で。娘がね、過敏性腸炎だってすぐお腹が痛くなって僕が米をするから、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかって私が漢方をやってたりするから、漢方とか、あとこの間相互チャネリングで知り合った方から健康食品ね、購入させていただいて、それも勧めると、私が勧めたやつだからあんまり信用しないんですよ。だから洗脳されてるとか、全部宗教に結びつけられちゃって買ってくるんですけど受け付けてくれない。例えば私フッ素に入ってない歯磨きを使うんですけど、娘はクリアクリーン買ってきてとかね、ことごとく拒絶されちゃうんで、お腹が痛いんだったらこれ飲めばいいじゃんって言うんだけど、娘とか薬とか病院が好きなんでそっちがいいって言って、私はどっちかって言ったら自然療法で治したい健康食品とかそっちの方がいいんで、そういうタイプなんですけど、もう多分これは、私がこれもあれもいいよって言わずに、多分一回引いて、じっと見守ってるだけでいいんだなと思って、向こうから言ってくるまで、自分の中では答えが出てるんですけど、それぐらいなので、意見は合わないですけど、全然。でも、そんな悩みっていうほどの悩みでもないかなっていう感じですね。よこさんはなんかセッションとかされてるんですか？やってない。だから皆さんね、ちゃんとこうお仕事にされてやってるからすごいなと思った。それがね、まだまだちょっとそこにブロックがあるのかしらね。それで稼ぐっていうどうしてもそこのブロックがあるみたいで、やりたいけどお金もらうと責任が発生しないです。だから私ただこうやってゆるーく遊びみたいに相互チャネリングとかでやってるのはいいんですけど、お金を受け取るってことがとてもなんか自信がないし、やっぱり責任も出ちゃうしっていうか、だけど私今ほら働いてないからもうお金出せないっていう感じです。何かしたい時にやっぱ自分で稼いだお金で何か自分の好きなことをするっていうのがいいかな。自分が遊びたい分ぐらいは稼ぎたいなと思うんですけど、今ちょっと強制終了かかっちゃって
で、その稼ぐのを私何してやってったらいいかしらと思って、結構私普通の仕事ができないような気がして、これやっちゃったから。それまではされてなかったんですか、お仕事。結婚して子供を産むまではお仕事したんですけど、そこでやっぱりまた強制終了かかっちゃって、ひどいアトピーになっちゃって、で、上の妊娠したぐらいで、私入院したんですよ、アトピーで。そうです。無事生まれてくるかなと思ったんですよ。当然ステロイド飲めないんですけど、塗り薬だけやって、で、まあ無事生まれてきてくれましたけど、講座始めてぐらいからまたひどくなってきて、また調子がおかしくなって、で、2ヶ月ぐらいお休みさせてもらってたんですよ。で、またちょっと良くなって、まあ、そんな感じで、強制終了かかる直前は、ちょっとポスティングみたいなことやってたんです。ちょっと健康のために歩こうと思ってね。それもやっぱアトピーがうわーってなっちゃったんで、働けないってなっちゃって、で、やめちゃったんですけど、だから本当に普通にまともに仕事してたのは、第一子を妊娠したあたりまでかな。でも全部強制終了ですね、今考えたら。家族のこと見ていきたいと思います。すいません。あと、今後私何してるのかなっていうのをもし見れたらお願いします。お仕事ですか？お仕事してればいいけど、何してるのかなと思って、今後進む道っていうか、どういう方向性でやってるのかなっていう感じですね。スピリチュアルで稼いでるのか、なんかしてるのか、また働いてないのか、今のまま買ってる。何が見えるかわかりませんけども、見たままお伝えするのが私のお仕事ですので。お願いします。よろしくお願いします。なんかね、プールで泳いでるんですよ。でも、紺色の普通のスクール水着着てます。有用じゃないかな。なんかゼッケンとかもついてるから。プールやのに、後ろから追っかけられてるみたい。何から逃げてるか知りませんけど、北風と太陽みたいな感じの北風みたいな何かが上からわーってくるんですけど、そっから逃げてます。しかもね、水の中やのに、泳いで逃げてるっていうわけでもなくって、泳いで逃げようとしたり、前にあんまりうまいこと進まないので、立ってね、水の中で走って逃げようとしてます。でも水の中なので前に進まないんですよ、ちゃんと。何が襲ってきてるか知りませんけど、向こうは上から来るんですよ。速度が全然違うので、もう捕まっちゃいましたね。今立ってます。いつもこうって言ってる。自分は前に進みたいんですよ。でもいつもこうなんです。いつも何かによって立ち止まらされるっていう意味かな。自分はもっとね、スイスイ泳ぎたいんです。泳いだらね、普通って進むじゃないですか。クロールとかしたら流れを感じて、最初はまあ進むのちょっと遅いかもしれへんけど、この流れに沿って速度がついてくると、前にさーって進めて、ターンしてまた進んでっていう感じで、普通に泳いでる人っているじゃないですか。そんな感じで進みたいんです。で、自分は泳ごうとしてんのに、何かが後ろから追っかけてきて、結局それに包まれてしまってね、また立ち止まるんです。でも私は進みたいからって言って、さっきまでちょっと泣いてたんですけど、もう一回泳ぎますね。だって私勝って泳ぎたいから。他のコースでは、まあ普通のプールなので、市民プールみたいな感じなんですけど、普通に皆さん泳いではるので、こんな感じで自分も泳ぎたいんですけど、立ち止まりたくないから、泳ごうとします。私はああいう風に泳ぎたい。みんなみたいに泳ぎたいから。で、もう一回ね、クロールみたいなの始めます。なんか泣きながら泳いでるんですよ。で、ターンもして、でも、常に後ろから先に自分のことを包み込んだ何かがずっと後ろからついてくるように思ってるみたい。それをすごく気にしながら泳いでます。でも、自分は自分のペースで行きたいんです。ちゃんと水の温度とか流れとかそういうのを心地よく感じながら自分のペースで他の人みたいに人生を謳歌したいみたいな感じ。ただそれが自分のペースで自分の思い通りにできないっていう意味です。泣きながら楽しくなさそうに泳いでるかな。で、今、プールサイドに上がりました。上がって足に水つけて座っててタオルで拭いてるんです。もう疲れる
なぜなら自分のペースじゃないし、逃げるように泳いでるだけで、楽しめてないし、基本的に疲れるんです。で、今、隣のレーンの人たちを見てます。みんな頑張って泳いでるんです。多分人生生きるって意味だと思うんですけど、両側のレーンの人たちは泳いでるんですね。ちゃんと泳げない人もいるから、なんでしたっけボードなんて言うんでしたっけはい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 。浮き輪みたいなやつ。わかる。青い。そう、青いやつね。あれを持って泳いでる人もいるし、ちゃんと競泳みたいな感じで泳いでる人もいるし、すっごい綺麗に飛び込んで泳いでる人もいるし、水に浸かるから習う人もいるし、いろんなステージの人がいるんですけど、それは分かってるんですよね。でも、みんな、どのステージにいても自分のペースでやってるって。だから、そこが違う。どんなステージだっていいのに、それ分かってんのに、でも自分のペースで泳げてないっていうのがよろしくないっていうか、納得いかないっていうか、って思ってるかな。でも、みんな泳ぎてるわけやし、泳ぐっていうのが生きてるっていうことですから、そうやって思っててもなぁと思って、私は私なりに泳ぎたいから、ずっとここにのんびりしてるのもあれやしな、みたいな。感じで、だからもう一回泳ごうかなと思ってタオルを置いてもう一回水の中に入りますね。で、もう一回泳ぎます。でね、今までは泳いでたような、走ってたような感じで泳いでたから、これでわかんのかなと思って、それビート板や。ビート板を隣の人が持ってはるから、私もビート板持ってたら楽しく泳げるのかなと思って、ビート板を手に持って、また足で進んでいきます。そうやったら、浮いてるから、基本的に。これだったら、周りの景色を見ながら泳げるわーと思って。そっちの方がちょっと楽みたいですね。これやったら楽しいかもって思ったな。そのビート板がスピリチュアルって意味です。どうやって生きるかみたいなののヒントみたいな感じですね。それがビート板って意味です。それがあったらもうちょっと生きやすいみたいです。そのスピリチュアルという名のビート板を持って今泳いでるんですけど、これビート板持ってるから全然ずっと立ち止まらず泳げるし、周りも見渡せます。今はね、ちょっと余裕があるので音が聞こえます。響く音も聞こえるし、さっきまで見えなかったんですけど、プールサイドで喋ってる人もいるんですよ。あ、そっかそっか。ここは泳ぐだけじゃないんやなって今思ってるかな。泳がなくてもいい？泳がなくて、プールサイドで、ちょっとおしゃべりするっていう進まない時間があってもいいと思ってるかな。それは知らんかったなって思ってる。泳ぐだけが人生と思ってたんですね。そうじゃないんやな。もっと世界は広かった。今までずっと泳がなって思ってたんですけど、プールサイドもあるんやな。あと、プールを出て、陸上だってあるんやなとかね。散歩してる人もいるし、走る人もいるし、みんな楽しくやってる。自分のやり方を見つけて、これをやってる人もいるんやなっていうのが今分かったみたい。さっき何かに追いかけられてると思ったみたいですけど、それは多分自分が作ってた幻想みたいな感じですね。その余裕が出てきた時に、何かに追われてたのは、自分で作ってたんだなって。なんか物語みたいな感じですね。何かの悪役みたいなのが出てきて、それで逃げるみたいなのを自分で作ってたって感じかな。それが自分で理解できたみたいな感じ。自分の世界を自分で作る。っていうのが分かったみたい。だから逃げなくてもよかったんですね、本当は。逃げる世界を作ってたし、しかもプールで泳ぐ以外のものがあるっていうのも今やっと分かったし、そう思うとちょっと楽しく泳いでます、今。だから、今はちょっと若干子供みたいに泳いでます。ビート板持つからね、自分の体の偏りで右にちょっと傾いたり左に傾いたりするんですけど、それは不安定って意味じゃなくて、無邪気に泳いでるって感じですかね。今初めて泳ぐのが楽しいと思ってます。自分は自分でいいんだなって思ってるみたいなところで。誰に責められてるわけでもなかった、本当はね。自分で作ってただけなんですよ。うまく泳がれへんなとか、逃げなあかんなとか、他の人と比べて自分楽しめてないなとか、っていう感じで泳いでたんですけど、結局は自分の問題やったんですよ。本当は。自分に許可を出すっていう意味です。心地よく泳いでいいよっていう許可を出す。ただそれだけやったんですよ。わかる。わかります。わかりますか？ああ、よかったよかった。
ほんと許可を出すだけだったんですそう、ね。それだけだったんですよね。自分は自分でいいんだな。比べる必要もないし、逃げないといけないとか、もっと早く動かないといけないとか、プールだから立ってはいけないとか、制約っていうのも自分で作ってたの。だってね、自分で心地よく泳ぐなんて、誰に許可もいらないじゃないですか。いらない。水の中に立って、ぼーっとしててもいいし、温泉みたいに。泳ぎたかったら泳げばいいし、パワーがあるときは。でも水を、気持ちいいなって楽しむときだっていいし、もう浮かんでるだけだっていいし、プールから出たっていいわけやし、なんだっていいんですよ。それを決めるのは自分やから。それに気がついたみたいですよ。だから、心地よく泳げるようになってきたみたい。泳ぐということに関して。強制する人がもしかしたらいるかもしれないですよ。例えば、あなたもっとこうした方がうまく泳げるわよって言ってくるおばちゃん方いるかもしれないじゃないですか。あなたのフォームがこうだからっていう人もいるかもしれないけど、結局は別にその人はそうやって思えたらその人をやればいいや話やし、言われる必要ないですし。自分が今はね、その競泳してる人みたいにうまく泳げないかもしれないけど、今の自分を認める。今は私はこのステージなんだからこれでいいんです。このステージを楽しんでるんです。って言ったら別にそれでもいいわけですよ。そうやってパンってちゃんとそのおばちゃんに言ったら、そうなのって言って向こうやってますけど。そんな感じなんですよ。言ってくる人なんて。そんなね、やらせようって思ってやってるわけじゃないので。だから、こんな感じで自分の世界は自分で作る。自分に許可を出すのは自分やし、自分がいいと思ったらいいんですよ。それを今学んだみたい。泳ぐことをこっちよくするのは自分の心一つやったんやなと思って泳いでますね。そうしたらビート板がいらなくなりました。おー。よかったね。なんかめっちゃ嬉しいみたい。泣きながら泳いでます。泳ぐということが分かったみたいです。許可を出せたんね。そうやって思うっていうのが自分の心の中の道しるべっていうか、生き方というか、地図みたいなもんですね。それが今心の中にあるので、もう認めいらないみたいです。やりたかったのはこれ、できなかったのはこれ。こうやって泳ぐこと、こうしたかった、みたいな感じかな。それができるようになったのがすごい嬉しいみたい。だってそれは頑張ったからできるわけですから。自分で気づいたからここのステージに来れたわけですから。だからそれが分からない人はビート板持ってはるやろうし、こうやって泳げばいいんやって言って泳いでます。今、ゆるーくクロールしてるんですけど、今はすごく水が心地いいです。それこそ生きる喜び。本当は自由だったんですよ、もともとね。今ね、端っこまで来たんですけど、ターンがね、クラってやるターンあるじゃないですか、プロみたいに。ターンしましたね。すごい、そんなんできるんやと思って今。自由って分かったら、プロってターンできるみたい。わー、すごい今。今ターンしたんですけど、潜水みたいに、魚みたいに泳いでます。許可を出せば出すほどすっごい自由に泳げるみたい。潜水みたいにこう、体をね、上手にうねらせて、スーって進んでます。最初と全然違いますね。全然息継ぎせえへんのに苦しくないね。水もすっごい気持ちいいし、流れもすっごい気持ちいいし、すごい自由。泳ぎ方もすっごい綺麗です。でもね、それをね、習ったってわけじゃないんですよ。人にこうやってするよって習ったわけじゃないんです。こうすればいいんだなっていうのに自分で気づいていくみたいな感じですね。魚みたい。まるで水の中に住んでる人みたいですね。そうやって泳いで立ち止まりました。なんか気になったみたいで、立ち止まって、もう一回ね、後ろ見るんです。で、プールサイドに口座が見えたみたいです。何か全然分かってないんですけど、気になったから行ったみたい。もう講座を受けたみたいで、習ったことをやってます。水着着たままやってます。プールサイドでやってます。こうやってするんや、みたいな感じだったけど、手元に何か持ってるみたい。私にはあやとりに見えるんですよね。作業的には、なんかこう、ぐちゃぐちゃってなった、系統をほどく手段を教えてもらったみたいな感じかな。いろんな色の系統があるんです。
うんそれがピュッってなって固まってるんですけど、それを多分ほどいてってるんやと思う。ほどき方を習ったみたいな感じなんだ。それを書いてて過去生見に行ったんですかね。やりましたね。それで、あ、これはこういうことやねんな。あ、これはこいつのがあったんやな。みたいな感じでほどいてるんですね。解明していくみたいな感じでほどいてます。今、色別にくるくるってしましたね。すっきりしたって思ってるみたい。なんか理解したいですね。なんかちょっとすっきりしたみたいです。なるほどねーって。こういう意味があったんだねーって。ほんで、これが終わったから、はい、次何ですかって言って、また先生のとこに行きますね。で、次これですよ。みたいな感じで進めてます、講座。今、相互チャネリングかな。自分が今まで理解してなかった深い理由っていうのを相互で見てて納得してます。だから楽しい。もっと大きく見えるからです、視点が。この今世だけじゃなくてっていうね、宇宙みたいな大きな視点。見れるようになるから、その関係性とかね。今持ってる課題を紐解くヒントがあったりもするし、もっと大きく理解したら、もっと自分が納得するし、それが楽しいみたいです。もっと自分の魂に沿った生き方ができる。今立ち止まってますね。上でもないし、考えてんのかな今。どうしたらいいのかなって思ってるみたい。今ここまで来たんですよ。自分の経験上ね。もっと大きな視点で生きるということをする方が、魂の喜びに近い。もっと理解できてる。自分がそうして楽しかったように、こういう視点で生きた方が楽しいんじゃないかな、人もってこと。どうやって生きてったらいいのかなって今思ってるみたいです。どう行くのが自分の魂が行く道なのかなって思ってるみたい。で、今、ようこさんはちょっと待ってるんで、周りが若干暗いんですけど、今どうしていいかわからないからです。でも、ようこさんが見てる先には光があるんです。多分、霊的真理の光っていう意味ですね。そこを見てます。その光が素晴らしいっていうのを分かってる。あの光に包まれたいみたい。でも、こっから自分がどうやって生きていったらいいのかがわからないんです。今一歩だけ前に進みました。立ってもしゃあないし。一歩前に進んだんやけど、またすぐに戻ってきました。わからないからです。怖いみたいです。今困ってますね。学んだでしょって言ってます。フルで学んだんじゃないのって。泳ぎ方がわからなかった。でも泳げたじゃないですか。誰にも別にね、指示される必要もなく、制限される必要もなく、泳いだらいいんだなって分かったじゃないですか。今も全く同じなんですよ。今立ってて、光のところまでちょっと距離あるんですけど、泳ぎ方が分からないんですよ。生き方が分からないんですよ。でもそれに制限かけてるのは自分だよねって。それは一回やったよねって。どんな道だっていいんです。どんなやり方だっていいんです。この道を見えなくしてるのは自分だよって。一番最初に逃げてた時に北風と太陽みたいな北風みたいなのが踊ってくるんですけど、それを作ってたのは自分やったように、この道は見えないっていうのも自分なんですよね。で作ってるっていうことで、今ここにいるのかな。この道が見えないと思っているっていうのは自分の思考であると。自分に規制をかけてる。制限をかけてるっていう意味かな。のは自分ですよって。心のままに生きなさいって。だってそれがあなたの人生やから。ヒントはいつでも心の中にある。それに気がつけてないだけ。感じなさいって。自分はどうしたいか感じなさい。どうすべきか。どういう道があるのか。それをずっと外に求めてるんですけど、そうじゃないんです。中にあるんです、もうすでに。どう生きたいか。何をしたいのか。どうやりたいか。答えは常に心の中にある。だからそれはできるんですよ。自分の心地よいに泳いだらいいんですよ。っていう説明を今してるんですけど、誰かが。神様かなわからんけど。で、そうなってくると、だんだんね、足元のところから明るくなってきました。本当はお花畑やったみたいですね。小道みたいなのがあって、周りにちょっとだけお花咲いてるんですけど、それがだんだんちょっと明るくなってきて、
道が見えてきたみたいな感じですね。光のとこめっちゃパーンって道が見えるわけじゃないんですけど、自分に許可を出す。制限かけてるのは自分なんですよ。できないんじゃないかなとかね。やったらいけないんじゃないかなとか、特別な人だけかなとか、今じゃないんじゃないかなとか、もっとタイミングが整ってからとか、体がこうなってんのは今じゃないっていうサインなのかなとか、もっとわかりやすく今のタイミングですよと教えてくれるんじゃないかなとか、じゃないんですよ。やらなければいけないのは自分に許可を出す。そこだけです。もっと自由に生きていい。自分がやりたいことをもっと楽しんでいいんです。誰に何を言われようとね。さっき言ったじゃないですか。娘さんが食べ物を拒否するとかも、それは全然いいんですよ。だって娘さんの人生だし。それと同じように、ヨコさんがやりたいことをやってもいいんですよ。それの許可が出せてないっていうか、出せてるようで出せてないの。そうですね。許可を出すのは自分。そのサインがあるわけでもないんです。スタートは自分で切るんです。じゃないといけないです、あの光のところに。だってそれがネックやもん。それが課題っていうかね。でもそれはできると思います。だって一回やってるもん。プールでやってるから。だから基本的には分かってるんですよ。分かってるんやけど、また同じような課題が今ここにあるっていうのが分かってないっていうか、ちゃんと自覚しないっていうかね。自分のやりたいようにやっていいんですよ。自分の心に聞くっていうのをやってるんだと思います。スピリチュアル系の人は多分、ちゃんとね、何をしてるときに楽しいか、何をしてるときにわーって気持ちが明るくなるか、プールの中で水が気持ちいいって思った瞬間と同じですね。ちょっと喋ってる時に楽しいなって思うのか、自分が黙々と何かを作ってる時に楽しいなって思うのか、あるじゃないですか、人の感覚って。人と喋ってて、目の前にいる人が何か気づきはったなって、ああ、それが私の喜びやねんなって思うとか、また何か物を作って、それを使ってくださる人が喜ぶのが楽しいんやなとか、ただ自分が自分であるっていうのを自分に許可を出して、それを楽しんで、家族と仲良く暮らしていく。それでいいと思ったらそれでいいんだし。別に人の役に立たなくてもいいわけですしね。自分が心地よければ、なんだっていいんです。やっぱり人を見るじゃないですか。いろんなことみんなやってはるしね。やっぱり外側見ながら考えちゃうんですけど、心地よいようにするんです。自分の心が欲するままに生きる。そうですね。楽になりました。本当にね、自由ですよね。今世のテーマ自由だと思ってたんで。そうなんですね。そう、だから調和がそこで生まれればいいわけですよね。結局はみんな自分が好きなことやって輝けば、もうそれで平和なんですよね、本当はね。まだ許可が出てなかったかもしれないですね。だから一般に行くまでの道が見えないんです。っていうことを今言ってはんのかな。だってもやらなくてもいいし。やらなくてもいいですよね。そこで私許可出せてなかったんだ。どっかでジャッジがあったね。やっぱりそれ聞いてまだあったなーって。そうだ、前に進んでないような気がしちゃってたんですよね。だいぶね、制限外したつもりだったんですけど、まだあったね。まだあったか。自分の心地いいようにするっていう制限が取れた時にお花畑が見えます。でも小道も見えますね。まっすぐ一本の道じゃないですけど、ちょっとこう、ふわふわってくねってなってる道なんですけど、別にそれが悪いってわけじゃないですよ。すごい可愛らしい道が見えてるんですけど、周りは芝生みたいな緑があって、お花があって、でもなんかすっごいアニメーションに見えますね。で今ね、野原みたいに、うわーって明るくなりました。小鳥のさえずりも聞こえるし、蝶々も飛んでるし、お花も咲いてるし、お花、蝶々、鳥とかいるんですけど、みんな心地いいようにしてるんですよ。何々しなければならない。あっちの光に行かなければならないとか思ってないし、楽しいから歌ってるし、鳥は。蝶々はパタパタパタって飛んでますけど、パタパタパタ
タってするときに空気を感じてるんですけど、夏感じてたり、太陽の日差しを感じてたり、お腹空いたら水食べに行くし、飛びたかったら飛ぶし、みたいな。太陽の光感じてて、それがすっごい気持ちいいみたいです。お花もただ咲いてる。太陽の光感じて、風も感じてる。そんな感じで生きてる世界ですね、ここは。日だまりの世界です。そう、そんな感じです。日だまりですね。日だまりってホッとするじゃないですか。何かにならなければならない。どこかに行かなければならないとかね。何もないから、日だまりですね。日だまりが一番合ってます。そこにいます。その道の端っこにヨゴさんが立っているんですけど、すごい気持ちいい。光のとこに今まで行かないといけないと思ってたんですよ。光にどうやったら行くのが自分の道なのかなと思ってたみたい。光はあるんですよ、太陽みたいに。多分霊的信念光って意味やと思いますけど、光はあるんやけど、別にそこに行かなくてもいいんだなと思ってるみたい。今座りましたね、野原に。ここの世界を楽しむ、ホッとする、この空間。自分に許可が出せてるって意味ですね。どこかに行かなければならない、何かしなければならないとか、そういうのがない世界。日だまりを楽しめる。考え方が根本から違ったみたいな感じじゃない。これでいい。何かになる必要もない。何かをする必要もない。これでいいんです。その日だまりの世界に家族と一緒にいたいんだ。家族もそこにいてほしい。そこが私の夢っていうか。まず自分ですね。人の人生をどうするかっていうのは人の責任です。その人の決断があって、その人が責任を取るんです。ヨゴさんが決めれるのは自分の世界だけ。そこにいたいと思ってるのはヨゴさんです。人によって違うんですよ。だってそこの日だまりにいるっていうのを決めるかどうかは娘さんであってヨゴさんじゃないですか。もしかしたら娘さんは光の方に行くのが楽しいと思ってるかもしれないじゃないですか。そんな人それぞれ違うじゃないですか。だから今言ってんのは一緒ですよ。プールでちょっとおせっかい塗ってきたおばちゃんいるじゃないですか。あれと一緒ですよ。そんな余計なお世話ですよ。自分の人生、自分で決めるわけですから。そこにいてほしいって思うのは勝手ですけども、いるかどうか決めるのは家族なので、その人の話のね、花火かって全然違うわけですから。意見に左右されることなく、自分は自分の好きなように泳いでいいのと一緒で、お子さんはお子さんで決めたらいいんですよ。とりあえず今は、お子さんがここに座ってホッとする、ここの日だまりを楽しむってことしたいんやったら、してもいいんだよ、の許可を出したわけですから、そうしたらいいと思います。自分はそうしていいっていうのと同じで、子供も子供でそれをしていいんですよ。子供のしたいことをしていいんです。そこが繋がってるんです。自分に許可出せてないから、人がそうしてもらえないのも許可出せないんですよね。繋がってるんです。自分にもちゃんと自由があるように、人にも自由があるんです。だからさっきの食品もそうですけど、食べない自由ももちろんある。だっていいなと思ってるのは自分ですから。例えば体の悪いものをずっと食べてて、病気になって学ぶっていうのもその人の自由なんです。まあ、母から見たらね、苦しいですけど、それも学びやし。そうやって責任取るのは娘さんですからね。まあ、そんな感じで、自分に許可を出して初めて、子供の自由に許可が出せる。そこが繋がってます。そこの許可が出せてないから子供に許可も出せないんですよ。心から。そこに課題があるっていうか。どう生きるかは自由なんですよ。そうですね。なんか自由にさせてると思ってたけども、まだもうちょっとはあったんですね。奥に。もう一つあるんですね。まだ外すとこ。そうですね。これからの生き方というか、これからのあり方。いろんなこと分かったけども、いろんなやり方があるっていうのをもう一段階あったみたいな感じですね。だから自由に生きなさいって。何をするかっていう指標が心の中にあるってこと。自分の心に聞きなさいってこと。そうやって道を決めていくんです。だからそういう意味では娘さんの方がちょっと自由ですね。拒否してるから。そうですよね。そういう意味では娘さんは自分の道を行っている。自分がしたくないことちゃんとしたくないって言ってる。こ
こは素直っていうか、まあ自由ですよね。教えてくれてたみたいな感じかな。っていう関係性もあったってことですね。みんな自由なんですよ。だから、どういう風に進むかって質問でおっしゃいましたけど、自分の心が決めるんです。例えばね、そのセッションとかで、あなたこういう道がありますよ。こういうのが向いてますよ。こうやったらいいですよ。って言っていく人もいるかもしれへんけど、人が示す道ではなくて、自分の心に聞いて、初めて道が見えるっていうやり方を今、このチャンネリングで教えてくれてるみたいな感じですかね。道を見つける方法を教えてくれた。そうやって道を自分で感じていきなさい。それが今回のメインのメッセージです。生き方ですね。進み方みたいな感じ。それを教えてくれてるみたいです。家族がなんでこの家族になったかですね。あ、そうですね。はい。今娘さんとの関係で見せられたっていうのが分かったじゃないですか。はい。自分の好きなように生きるっていうのは娘さんは見せてくれてたわけですよ。嫌なものは嫌。やりたいことはやる。っていうのを見せる鏡ですね。だから僕は一般論になるんですけど、結局、ヨウコさんの課題と娘さんの課題がすっごいぴったり合ってるような人が集まるんですよね、家族って。あー、なるほどね。今みたいに鏡で見せてくれてたじゃないですか。課題をね、教えてくれてるんですよね。そんな感じで、すっごい、もう絶妙な感じで教えてくれてるのが、家族に来るんですけど、足りてないところっていうか課題のところをちゃんと見せてくれる関係性になっている家族がこう来るんですけど、だからそれを知る、それが答えだよみたいな感じ。それが目的。でも、ヨコさんはもっと大きなことを聞きたいんですね。その前世がどうやったかみたいな。ごめんなさいね。どちらかというと、周りが親みたいな感じ。周りが親みたいな感じ。はあ、そうなんだ。みたいな感じかな。ああ、そうかもしれんね。そうかもしれない。よくさん子供で向こう親みたいな。たしなめられてるみたいな感じ。娘の方が周り、子供とか。主人とか、息子も。全部。でもそうかもしれない。また言ってるな、あの人、みたいな。まあまあまあ、いいよ、みたいな感じ。いつかわかるやろ、みたいな感じの関係性かな。あ、でもそうかもしれないですね。自分がやりたいことは自分で決めるよねって。それを教えてくれために拒否してるし、でもそれはもう分かってちゃんと言ってるみたいな感じかな。なるほどね。拒否ってますけどね。はい。また人の人生にまで口出してる。そんなん自分の好きなようにやったらいいのに。そうだな、やっぱり。そう思いますね。でも、それを分かって深い愛で見守ってます。今、少女さんが。だから親の愛みたいな感じに見えますかね。私から見たら。それも全部分かって生まれてるみたいな感じ。だからほんまに嫌悪感で拒否ってるとかじゃなくってそれが自分の幸せと、この人は信じてるからやってんねんな。でもそれを決めるのは自分っていうのもちゃんと分かってるから、ちょっと娘さんの方が大きいかもしれないですね。自分と家族も一緒に野原に座ってほしいんですよね。あ、そう。なんか一人だけじゃないですか。今でも理解されずに一人でみたいなさ。なんで一緒にそういう会話ができるといいなっていう。自分のやりたいことやってって、もう仲良くはできるし、家族と喋ることもできるし、食べたいものを食べたいって決めるのと一緒で、生き方だってそれぞれですから。でもそれでもちゃんと家族で入れるっていうのは全然できるし、そっから学ぶことがヨウコさんにもあるからそうなってるわけですよ。家族にいるっていうのはね。だからまあ意味はあるんですよね。だから見せられてること全てが意味であるっていうことですね。今今世で合ってるってことは500回過去世で一緒らしいですから、
せはあるかもしれへんけど、あ今見せられてるのが意味がある。ここから学びがある。すべては意味があるんですね。それを見たらいいだけ。あなたが知らないといけないことはそこが全てですっていうメッセージですね。はい。笑いある軽やかなチャネル